仕事の成果を上げたいのに、学んだことをすぐ忘れてしまう。そんな悩みを抱えるあなたにこそ聞いてほしい話があります。今回はですね、たくさんのビジネス書要約から見つけ出した、一度学んだら絶対に忘れない本当に定着する学習法。これをたった3つの実践ステップに絞って解説していきます。この解説を最後まで見れば、もうあれなんだっけとはなりません。お忙しいあなたでもたったの5分で大丈夫です。仕事の成果に直結する記憶に残る学習法、その要点だけをサクッと掴んでいってください。OK、早速いきましょうか。最初のステップはこちら。体を使い脳を起動させる。勉強なのに体って思うかもしれませんが、実はこれが学習効果を最大化するための一番手軽でものすごくパワフルな方法なんです。例えば、1日5分頭が良くなる習慣という本の要約によるとこうあります。筋力をつけると学力がアップする。筋肉を動かすことで脳に刺激を与えることができる。つまりですね、学習っていうのは何も頭だけでやる作業じゃないってことなんですよ。実際、歴史に名を刻んだ偉人たちの多くが立ったまま仕事をしていたなんて話もあるくらいです。じーっと座っているよりも少しでも体を動かした方が脳が活性化して集中力とか記憶力が高まる。これはもう多くの成功者が肌で感じて実践してきたいわば知恵なんですね。じゃあ具体的に何をすればいいのか、明日からすぐ試せる3つの簡単なアクションに落とし込んでみましょう。まず1つ目、立って読む。そして2つ目、声に出して読む。最後に3つ目、部屋を歩き回ったり、軽いスクワットでもしながら暗記する。たったこれだけです。要するに、いつもの勉強に体を動かすっていう要素をちょっと加えるだけで、あなたの脳は言うならばスーパーチャージされるわけです。これがまず押さえておきたい最初の重要なポイントですね。ではどんどん行きましょう。次のステップです。ステップ2は、五感を使い記憶を刻み込む。体を動かすことに加えて、さらに多くの感覚を総動員することで、記憶の定着率はもう飛躍的に高まっていきます。このスライドがまた面白いんですよ。複数のビジネス書要約で、これやっとけって言われてるテクニックをまとめてみました。まず、声に出す。これで聴覚が刺激されますよね。次に視覚化。覚えたら目を閉じて頭の中でパシャッと写真を撮るイメージです。さらに書き出す。特に漢字なんかは筆ペンを使うと指先の感覚が鋭くなってより記憶に残りやすいそうです。そして最後、関連づける。新しい情報を何か知っている物語とか映像と結びつけちゃうんです。実際、50イングリッシュという本の要約でも言われているんですが、情報をストーリーと結びつけるだけで、ただの無機質な文字列が意味のある生きた記憶に変わる。だから圧倒的に思い出しやすくなると。ただ丸暗記するんじゃなくて、脳がこれ面白いって思える形に加工してあげる感じですね。つまり、ここでの一番のポイントは、学習に使う感覚が多ければ多いほど、その知識はより深く、より強固にあなたの脳に刻み込まれるということなんです。さて、いよいよ最後のステップです。そして、ここがもしかしたら一番重要かもしれません。ステップ3は、続けることの科学。どんなに優れた学習法も続けられなければ残念ながら意味がないですからね。続ける習慣という本の要約でも引用されている哲学者アリストテレスのこの言葉が全てを物語っています。人は習慣によって作られる。優れた結果は一時的な行動ではなく習慣から生まれる。まさにその通りだと思いませんか？とはいえ、新しいことを習慣にするのは本当に難しい。このスライドはその難しさの正体である3つの壁を示しています。まず最初の1週間が反発期。もうやめたいって気持ちが一番強くなる時期です。次の20日から21日目が不安定期。急な飲み会とかであっさり挫折しやすくなります。そして最後の22日から30日目が倦怠期。だんだんマンネリ化して飽きてくるんですね。まずこの3つの壁があるんだって知っておくことが大きな一歩です。じゃあ、どうやってこの壁を乗り越えるのか。答えは驚くほどシンプルでした。続ける習慣の要約が進めるのはベビーステップ。つまり赤ちゃんの一歩から始めることなんです。例えば、
1日5分だけ勉強するみたいに、もうこれなら絶対にできるでしょっていうレベルまでハードルを思いっきり下げるんです。さらに自分をうまく乗せるための継続スイッチを持つこともすごく有効です。これには大きく2種類あります。終わったらご褒美とかゲーム感覚でやるといった飴系スイッチ。それから周りに目標を宣言しちゃうとか、できなかったら罰金みたいな無知系スイッチ。あなたはどっちのタイプがやる気出ますかね？自分に合った方を見つけてうまく活用するのが続けるための鍵です。ここでの要点はこれです。三日坊主になるのはあなたの意志が弱いからじゃない。それは脳の変化を嫌うっていうごく正常な反応なんです。だからその抵抗があることを理解した上で、それを乗り越えるための作戦を持つこと。それが習慣化の科学なんです。さて、ここまで3つのステップを見てきました。これを踏まえて、あなたが明日からできる、完璧な、そしてたった一つの最初の一歩を提案します。まずは、これだけやってみてください。5分間、立ったまま音読する。はい、以上です。これ、実はすごいんですよ。ステップ1の体を使い、ステップ2の五感を使い、そしてステップ3のベビーステップ。今日話したことすべてを満たした完璧な最初の一歩なんです。このように数々のビジネス書要約から得られる実践的な知識を最小限の時間で効率よく身につけたいという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。